外ももの張りとお尻のたるみで悩んでいる方はもう見た方がいいです。どうも、パーソナルトレーナーの金パパです。動画を見ていただきありがとうございます。足痩せの情報を配信してますんで、悩んでいる方はぜひチャンネル登録と参考になったら高評価もよろしくお願いいたします。今回はですね、太ももの外張りとお尻のたるみを改善していく方法をお伝えさせていただきます。前回ですね、動画に出させていただいたんですけど、実際にやっていただいた方からこんな感じできつすぎるという感じの内容のコメントがありましたんで、今回はその簡単バージョンで行わせていただきます。外ももの張りとかお尻のたるみですね、ここら辺を改善するポイントは、太ももを外に回す、そして外に回すだけではなくて、その状態をキープできる体力、筋持久力をつけていくことがポイントになってきます。ただちょっと前回の内容きつかったかもしれないので、ちょっと優しめにはしてるんですけど、しっかり効果のある内容になってますんで、終わった後比べていただくと外ももすっきりしていますんで、ぜひ写真とか撮って比べてみてください。最後までこの動画を見ていただくと、外ももが張る原因、お尻がたるむ原因、こういうことか、そしてこれをやったらいいんだなっていうのがもう明確に分かりますので、早速一緒にやっていきましょう。やるぞー。まずは上向きに座っていきます。体育座りのような感じから太ももの上に足首を引っ掛けてください。足の間を通すように太ももを抱えていきます。そうすることによってまずはお尻のストレッチを行っていきます。寝るのがきつい方はですね、体育座りの状態のままでも大丈夫です。お尻の後ろが硬くなってしまうと太ももが外に回りにくくなってくるので、まずはゆっくりお尻の裏をしっかり伸ばしてあげましょう。鎖骨神経痛の方とかはこれはできれば最後にやってください。そういう方じゃない方はまずはしっかりここから伸ばしていきましょう。ゆっくりお尻の裏の伸びを感じていきます。しばし沈黙です。はい、OK です。そしたらですね、足を入れ替えていきます。寝た状態だとちょっと手とかきついなっていう方は、手を後ろについていただいて足を引っ掛けるだけでも大丈夫です。かかととお尻の位置の関係で伸び具合も変わってくるので、いまいち伸びないなっていう方はかかととお尻近づけていきましょう。ただあまり近づいてしまうとちょっとですね、肩が上がりすぎてしまって首周りきつくなってしまうので、自分が居心地のいいところですね。いける方は寝ていただいて布団を掴んだ状態でゆっくり伸ばしていきましょう。お尻の裏の筋肉伸ばしておくと、この後のエクササイズ行いやすくなっていきます。たださっきも言ったんですけど、坐骨神経痛がある方はこのエクササイズは後回しで行ってください。はい、OK です。そしたら横向きに寝ていただいてエクササイズを行っていきます。寝た状態から足をまっすぐ下に伸ばしてかかとをくっつけます。そこからつま先を開いていきます。これだけです。ただこのつま先を開くっていう動きは太ももを外に回す動きになっていきます。そうすることによってお尻の横のところにキュッと力が入っていきます。太ももを外に回す動きはお尻の働きになっていきます。簡単な動きに見えるんですけど、繰り返し行うことによってお尻の横にしっかり刺激が入っていきます。お尻の横の刺激をしっかり感じていきましょう。感覚を出していく感じです。太ももをしっかり外に回して、体が開くんではなくて太ももを外に回すっていうところがポイントになっていきます。繰り返し行っていきましょう。OK です。そしたら下の足曲げていただいて、つま先上のままかかとをくっつけて足を前後に動かしていきます。ポイントはつま先を上に向けておくです。さっきのつま先を開いた状態のまま足を前後に蹴っていきます。つま先が上を向いているのでお尻の筋肉がしっかり働いている状態です。その状態をキープしながら足を動かす練習をしていきます。いい感じでかかとが擦れるんで、かかとの角質も
ツルツルになっていきますので、ゆっくり前後に蹴ってあげてください。つま先下向いてきちゃうとあまり意味がないので、しっかりつま先を上、太ももを外に回すっていうところを大切に行っていきましょう。地味にお尻の横のところがじんじんだんだんしていきます。はい、OK です。そしたらその状態から足を持ち上げて前に蹴っていきましょう。前に蹴った状態のまま膝を曲げて伸ばすです。膝の位置を変えずに膝の曲げ伸ばしをしていきます。またつま先、膝が若干上向きですね。太ももが外向きに回っている状態で蹴って伸ばして蹴って曲げて蹴って曲げてと行っていただくと、お尻の横がじんじんしてきます。しっかり太ももを外に回した状態、お尻の筋肉を使った状態で膝の曲げ伸ばしをするっていうところがポイントになっていきます。できるだけお尻の時間を使ってあげる、一回一回使うんじゃなくてずっと使いっぱなしにするっていうのが大切になっていきます。膝の位置固定、太ももを外に回しながら蹴っていきましょう。はい、OK です。それではその蹴った状態のまま今度は足を後ろに引いていきます。そして後ろの状態で蹴って曲げてを繰り返していきましょう。どの位置になってもお尻の力が抜けない練習です。しっかり後ろに引いた状態でもお尻の筋肉を使って太ももを外に回した状態、一番最初のエクササイズでいうとつま先が開いた状態をキープしたまま膝の曲げ伸ばしをしていくっていうエクササイズです。そうすることによってお尻の筋肉がしっかり働いて太ももの横がすっきりした状態を形状記憶させるっていう働きがありますので、太ももの横をすっきりさせた状態のまま膝の曲げ伸ばしを行うっていうのが大切になっていきます。この時間が長く続けば長く続くほど形状記憶効果が出ていきますので、お尻の筋肉がずっと使いっぱなしです。はい、OK です。そしたらその状態のまま太ももを外に回した状態、太ももを外です、外。その状態を最後はキープをしていきます。もう動かさずに今度は単純に50秒キープするだけです。ただだんだんですね、お尻の横が痛くなってくるのでつま先が内を向いて膝も内を向いてしまうんですけど、足の付け根からしっかり外に回してあげましょう。体が開きやすくなってくるんですけど、動かすのは股関節です。股関節から太ももを外に回してお尻の筋肉をしっかり使っていきます。だんだん足も下がってきやすいので、できるだけ床と平行くらいを意識してみてください。なんかお尻の力弱くなってきたな、なんか楽になってきたなと思ったらもう下向いてますんで、しっかり太ももを外に回してあげる意識を常に持って、もう一息です。もう一息の辛抱、じんじんしてますが、もうちょっとだけキープしていきましょう。はい、OK です。そしたら反対側の足に移動していきます。まずは最初はですね、横に寝た状態で足を伸ばしていきます。かかとをくっつけてつま先を開くっていう動きをしていきましょう。つま先を開くっていう動きは太ももを外に回してますんで、お尻の力がキュッと力が入っていきます。しっかりつま先を開いてお尻の横を使っていきましょう。膝がピンと伸びすぎてしまうとももに力が入りすぎてしまう可能性があるので、膝は軽く緩めながらやってみてください。そうすることによってお尻がしっかり力入っていきます。体が開きすぎちゃうとあまり意味がないので、あくまで動かしているのは股関節です。股関節頑張って開きすぎて体が開いているとあまりお尻に効かないので、骨盤はしっかり正面まっすぐ前を向いたままつま先だけ開いていきましょう。さあ、もう一息です。はい、OK です。そしたらその感覚を出したところで今度はキープですね。お尻を使ったままの状態です。膝を曲げた状態でかかとをくっつけてつま先を上に向けた状態にすると、太ももが外に回った状態、お尻の筋肉が使われている状態になります。その状態を形状記憶させるために前後に蹴っていきます。
これつま先下向いてしまうと本当にただですね、かかとすべすべしてるだけのかかとの角質のトレーニングになってしまうので、お尻です。これお尻を使いたいので、つま先を上に向けてしっかり前後に蹴っていきましょう。お尻の筋肉をずっと働かせることによってたるんでしまったお尻の筋肉が引き締まって、そして太ももの外側がすっきりしていくっていう状態を手に入れることができますので、しっかり太もも外回し外回し外回しを意識していきましょう。もう一息です。はい、OK です。ではつま先上に向けた状態のまま足持ち上げていきます。その状態から前に蹴っていただいて、そのまま膝の位置を変えずにキック曲げる、キック曲げるですね。気持ちいい。なんとなく膝が斜め上向きになっていた方がお尻の力が入りやすくなっていきます。膝が曲げた時に少しお尻の力が緩んで、伸ばした時に入っていきます。下向きになってしまうとお尻の力全然入っていかないので、必ず上向き、膝が斜め上向きになるように太ももを外に回した状態のままキック曲げる、キック曲げるとしっかり繰り返していきましょう。さあ、お尻の力で太ももを外に回した状態を固定したまま膝の曲げ伸ばしです。もう一息です。OK。そしたら今度は足の位置を後ろに引いていきます。後ろに引いた状態のままキックを繰り返し行っていきます。曲げて伸ばしてと繰り返していきます。さあ、これもキックするときに膝が下を向きやすくなっていきます。少し太ももを外に回すようなイメージ、つま先が少し上を向いている、斜め上を向いているようなイメージで動かしてみてください。そうすることによってお尻の横がジン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 していきます。お尻の筋肉がしっかり使われている目安になりますので、それをしっかり感じながら動かしてください。もう一息です。しっかり形状記憶をさせるっていうのがポイントになっていきます。お尻の力はもうずっと抜かないです。いや、もう抜けない状態を作ったまま行います。はい、OK です。そしたらですね、足を体の真下の位置、そして太ももを外に回していただいて、その状態をキープです。キープ。太ももを外に回すとお尻の横にキュッと力が入っていきます。あとはもうその状態をキープ。お尻を縮んだままの状態でいてくれと、たるんだお尻を元の状態に戻ってくれという意味を込めて、形状記憶させるためのキープの時間が非常に大事になってきます。時間とともにお尻の横がもうジン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 してきて、緩めたい、太ももを内に向けたいっていう気持ちすごいわかるんですけど、体もだんだん傾いていくんですけど、あくまで動かすのは股関節、そして外に向けた状態をしっかりキープキープ。終わった後、横ももがすっきりしてたら嬉しくないですか？出っ張ってる部分がへこんでたら嬉しくないですか？もう一息です。はい、OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。足ちぎれそうになってないですか？なんか取れそうになってないですか？大丈夫ですか？以上で、今回はですね、簡単バージョンです。もっとしっかりやりたいっていう方は前回動画出してますんで、ぜひこちらの動画を参考にしていただけたらと思います。大天使って言われるの出っ張りの部分、そしてお尻のたるみの部分に関しては、太ももが内側向いてしまうことによって出っ張ってきたり、お尻が下に流れてたるんでしまうっていう状態になってしまいます。必ず太ももを外に回してあげる。外に回すだけではなくて、その状態をキープしてあげることによって、外ももの出っ張りの状態とかお尻のたるみの状態が改善していくことができます。鍛えるだけではなくて、しっかりその状態を形状記憶、キープさせるっていうのがポイントになっていきます。キープさせるとなかなか慣れないので、もうジンジンするし、なんかもうちぎれそうになるし、うわーってなるかもしれないんですけど、それぐらいキープするのが苦手になってるっていう証拠になってくるので、継続的にやってみてください。そうすることによってなかなか取れなかった外張りがすっきりして、なかなか取れなかったお尻のたるみもすっきりしていきますので、ぜひ継続的にやってみてください。それでは今回の内容は以上となります。こんな感じで足痩せの情報を配信してますんで、ぜひチャンネル登録と参考になったら高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
よいしょ。